回の動画はララベルプロジェクトを EC2 にデプロイする手順についてまとめたのだ。データベースは RDS を使っていくのだ。字幕が必要な人は YouTube の字幕機能を使ってみてみてね。まず最初にAWS の管理画面で EC2 を作成していくのだ。EC2 のダッシュボードに行くためには左上の検索を使うと便利なのだ。ダッシュボードに着いたら右上のオレンジ色のボタンインスタンスを起動を押すのだ。名前は何でも良いので分かりやすくララベルデプロイにしたのだ。ハイフンは使えるけど使えない記号があるので注意してね。次はイメージの選択をするのだ。イメージは OS などの初期設定が用意されていて、今回は Amazon Linux 2023を使っていくのだ。次はインスタンスタイプの選択。これは CPU やメモリの強さを選ぶやつなのだ。最初は一番下のグレードで十分なので、無料枠になっているやつを選ぶのだ。キーペアは EC2 に接続するための鍵のことなのだ。ここでは空白。後でまた設定するのだ。ネットワーク設定。ここで大事なのはセキュリティグループなのだ。セキュリティグループは EC2 に接続できる IP を許可したり、他のサービスなんかを許可したり、設定できるのだ。で、基本的にはホワイトリスト形式。許可をしないと接続はできないのだ。今回の設定では、SSH トラフィックを許可して自分の IP をして、HTTPS トラフィックを許可、HTTP トラフィックを許可にチェックしているのだ。次はストレージ。初期設定でいくのだ。ストレージは重量課金で数字増やしすぎると料金が増えるので注意してね。他は変更せずに、インスタンスを起動っていうオレンジ色のボタンを押して作成するのだ。そうすると、キーペアについてのウィンドウが出てくるのでララベルデプロイという名前で作成しておいたのだ。ちなみに、この後の作業の方法だとキーペアなしでも大丈夫で、PC のターミナルから直接 EC2 にアクセスしたい場合必要になるのだ。起動するまで少し待って、インスタンスに接続を押して次の画面へ。タブの一番左にある EC2 インスタンスコネクトを選ぶのだ。とりあえず接続を選んでみるのだ。うげ、エラーが出たのだ。さっきの画面に戻ると、インスタンスコネクト用の IP アドレスを許可するように書かれているのだ。IP アドレスの数字はこの作業をまとめた記事に書いてあるので、コピペしたい人はそちらをチェックしてみてね。IP アドレスの許可はセキュリティグループで設定。セキュリティグループが複数あるけど、セキュリティグループ名を作るときに変更していないとこんな感じの名前になるよ。初期でいろいろ設定されているけど、EC2 を作成するときに HTTPS を許可するなどのチェックをしたのでこうなっているのだ。インバウンドのルールを編集を押して、インスタンスコネクト用の IP アドレスを許可するのだ。IP を入力すると予測が出てくるのでクリック。左のタイプを SSH を選択してルールを保存。こんな感じで追加されたら OK なのだ。それにしても各管理画面の見せちゃいけない情報を隠す作業めんどくさすぎるのだ。この頑張りを評価して、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッとしていただきたいのだ。チャンネル登録が済んだら右の接続ボタンを押して、もう一度インスタンスコネクトをしてみるのだ。ピジョンが表示されたら接続成功。このピジョンは常盤の森でレベル18まで育てた大事なやつだけどどう考えてもこれ以降はこのインスタンスコネクト上でコマンドを打って作業していくのだ。ここからは僕も未知。Amazon Linux 2023では初めてなのだ。動画を撮りながら確認しつつ、必要なコマンドをまとめたのだ。まずは PHP 関連のコマンド。右下の4つ目のコマンドについては、作業の最後の方でマイグレーション時に発生したエラーで必要なことが判明したので、みんなはこの時点で打ってよいと思うのだ。で、コンポーザー関連のコマンド。続いて Git をインストールするのだ。GitHub からプロジェクトをクローンしたりするために使うのだ。
GitHub のリポジトリと連携するための作業をするのだ。暗号化された鍵を生成するのだ。この鍵を GitHub のリポジトリに登録することで、この EC2 上で GitHub 上にあるプロジェクトをクローンすることができるようになるのだ。鍵の名前どうすると聞かれたので、空白でエンターキーを押す。デフォルトの名前が勝手に入るけど、もし変えたければ自由に変えてみてね。鍵につけるパスワードを聞かれたので、PASSWORD と入力したのだ。みんなは自分のパスワードを入力してみてね。パスワード入力の確認をされるので、もう一度さっきと同じ PASSWORD を入力するのだ。で、今生成された鍵は2つあるんだけど、TUB がついた公開鍵の方をこのコマンドで表示してコピーするのだ。そしたら GitHub のリポジトリページを開いて、セッティング、デプロイキーズ、アットデプロイキー。ここに入力するんだけど、タイトルは自由に適当に名前をつけて、キーの方にさっきコピーした公開鍵を貼り付けるのだ。そしたら、一番下のボタンで完了。GitHub のログイン関係は2段階認証をスマホアプリでやってるけど、まだやってない人は導入しといた方が良いと思うのだ。こんな感じで登録されていれば大丈夫だと思うのだ。そしたらインスタンスコネクトに戻ってコマンドを一つまみ、質問をされるので、イエスと入力してエンター。また質問されるので、さっき設定したパスワードを入力してエンター。こんな感じの画面が出たら成功なのだ。次は EC2 内に GitHub からプロジェクトをクローンするのだ。該当のフォルダに書き換えの権限を与えないとクローンのコマンドが失敗するので CHMOD で権限を与えるのだ。勘違いして別コマンド打った形跡あるけど関係ないので無視してほしいのだ。書き換え権限与えたらクローンするコマンドを打つのだ。このコピーした URL と書かれている部分なんだけど、リポジトリページから1、2、3の手順でコピーしてね。無事クローンできたら、ララベルプロジェクトのディレクトリに移動して、コマンドを一つまみ、ララベルのプロジェクト、僕は SRC ってところにあるので、CD コマンド2回打ってるけど、みんなのプロジェクトディレクトリは違うと思うから注意してね。.env ファイルは GitHub 管理外だから CP コマンドでひな形からコピーして作成。Vim コマンドで必要な設定を書き換えてね。この動画では後でデータベースの設定を書き換えるのだ。コンポーザーインストールコマンドで必要なパッケージを入れるのだ。そしたら次はアパッチの設定ファイルを変えるのだ。難しそうだけど、要するにポート80のアクセスをララベルプロジェクトのパブリックフォルダを基準にするだけなのだ。このコマンドはアパッチの設定ファイルのバックアップを作っているのだ。事故でミスることがあるので念のため作ったのだ。Vim コマンドでアパッチの設定ファイルを編集するのだ。この編集中なんだけど、ブラウザのウィンドウが小さいと表示バグが起きたので、最大化する必要があったのでみんなも注意してね。135行目付近にドキュメントルートと書かれた部分があるので、それをララベルプロジェクトのパブリックがある場所に変更。ここ、書き間違いしたのだ。パブリックまで書いてほしいのだ。同様に、そのすぐ下のディレクトリのところも同じように、ララベルプロジェクトのパブリックがある場所に変更。そのすぐ下、オーバーライドがノーンになっているのをオールに変更。以上3箇所を変更したのだ。エスケープキーでインサートモード解除。コロン W9 で保存。アパッチは設定を変えた後、再起動しないと反映されないので、コマンドで再起動。再起動したら、パブリック IP にブラウザってアクセスしてみるのだ。エラーが出たんだけど、これはララベルのエラーみたいなので、アパッチの設定は大丈夫そうなのだ。この後、エラーを直していく内容になるんだけど、添付の記事はこのエラーが元々出ないように最初からコマンド打ってるので、時間がない人はそっちを見てね。権限系のエラーなので、ストレージディレクトリの権限を変更したのだ。更新したらアプリケーションの指定されたキーがないというエラーが出たのだ。これは赤文字の3つ目のコマンドで生成できるんだけど、その前に.envファイ
ルの権限も変更するのだ。権限を変更したら、このコマンドでキーを作成するのだ。これの結果、演武ファイルの APP キーに文字列が入るのだ。画面を更新したら、エラーの内容が変わってデータベース関係のエラーになったのだ。こうなったら作業は大詰め。データベースの接続と Node.js のインストールが終われば完了なのだ。私事で恐縮なんだけど動画制作も大詰めを迎えていて、必要なところだけコンパクトにまとめてたら1日解けたのだ。チャンネル登録が済んだところで、データベースを接続するにあたって、MySQL のコマンドが打てるようにするのだ。どうやら今は打てないみたいなので、2つのコマンドを打つのだ。コマンドについては添付の記事からコピーできるのだ。AWS の管理画面を開いて RDS というデータベースのサービスを開くのだ。 DB インスタンス、データベースの作成、標準作成、MySQL、マルチ AZ などはチェックしない。チェックするとお金かかります。本番環境だと感謝で使うのだ。DB インスタンス識別子を適当に名前をつけるのだ。マスターユーザーはアドミンのまま行くのだ。これは後で使うので変更した場合は注意してほしいのだ。マスターパスワードを設定するのだ。これも後で使うので忘れないようにしてほしいのだ。インスタンスの種類は無料枠のどれかが良いと思うのだ。ストレージは最低20みたいなので20にしたのだ。自動スケーリングは一応オフにしたのだ。低予算でこの番組は撮影されているのだ。セキュリティグループは新規作成。適当なセキュリティグループ名をつけて。他は特に変更せず、データベース作成を押したのだ。推奨はドーンのモーダルで出てくるけど、どっちも追加でお金がかかるのだ。興味があったら調べてみてね。そしたら大好きセキュリティグループの設定をするのだ。今回設定するセキュリティグループはデータベースなので、外からアクセスできなくする必要があるのだ。なので、EC2 からの接続のみ許可するという設定にするのだ。インバウンドルールの編集。ルールを追加。タイプは MySQL オーロラ。EC2 のセキュリティグループを選択。初期設定で何かの IP が書かれてたやつは不要なので削除で大丈夫なのだ。この後必要になるので RDS で作ったデータベースサーバーのエンドポイントをコピーするのだ。ニョキニョキニョキ復活。セキュリティグループの設定が完了したのでインスタンスコネクトに戻ってきたのだ。早速 MySQL コマンドでデータベースサーバーにアクセスしてみるのだ。コマンドのアドミンのところはマスターユーザーで設定したやつなので、変更した人は変更したやつに変えてほしいのだ。パスワードを求められるので、マスターパスワードで設定したやつを入力してほしいのだ。これで RDS のデータベースに接続できたのだ。そしたらプロジェクト用のデータベースを作成するのだ。データベース一覧を表示して追加されていることを確認。データベース側の準備が整ったので、あとはララベルから接続するだけなのだ。DB アンダーバーの項目6箇所を RDS のエンドポイントなどに変更するのだ。MySQL RDS のエンドポイント変更なし。先ほどクリエイトデータベースコマンドで作ったデータベース名。マスターユーザー。マスターパスワード。入力できたらエスケープキーでインサートモードを解除。WQ で保存。演武ファイル変更したので改めてキャッシュ化。このコマンドはいらなかったかも。マイグレーションのコマンドで僕はエラーになったけど、みんなは通ったと思う。序盤の PHP をインストールした時のコマンドが僕は1個足りてなかったのでこのエラーになってるのだ。このコマンドを打って改めてマイグレーションを実行。
無事通ったのだ。これでララベルとデータベースの接続が完了したのだ。改めてブラウザでパブリック IP に接続。こういったエラー画面になったのだ。これは NPM のインストール関係のエラーでビートを使っている人に起きるエラーなのだ。サーバーにノードを入れてビルドすれば解決するのだ。ということで、ノードを入れるのが最後のミッションなのだ。AWS のドキュメントが Amazon Linux 2023で NVM を使った方法を紹介していたのでこれでいくのだ。あとはコピペするシーンを流せばよいので音声も作らなくてよいし、楽ちんなのだ。動画制作頑張ってくれたし、片手間にチャンネル名の横にあるボタンでも押そうかな。ノードがインストールできたら npm インストールコマンド npm ランビルド。無事通ったらパブリック IP に接続して動作確認。更新しても入力したデータが表示されるのでデータベースに保存されてそう。本来は MySQL コマンドでデータベースの中身を見るべきなんだろうけど、確認する前に消したので誠にすみまめんなのだ。以上でララベルプロジェクトを EC2 の Amazon Linux 2023にデプロイが完了したのだ。参考になるかはわからないけど、一旦コマンドの履歴を表示しておくのだ。ミスったり無駄だったりするコマンドもあるのだ。使用したサーバーを削除しながら最後言いたいことを言って締めたいと思うのだ。残念ながらこれでデプロイは完了ではないのだ。本来この後固定 IP の紐付け、ドメインの紐付け、HTTPS 化が残っているのだ。ただこれらのやり方については古くから伝わりしトラディショナルな方法が公開されているので探してみてほしいのだ。あとデータベース関係、マスターユーザーで接続しちゃったけど MySQL コマンドで権限絞ったユーザーを作ってそれを.env で接続した方が良いと思うのだ。で、なんかCRIPT のビルドはローカルでやって本番環境にはそれをアックすればいいからサーバーではノードインストールしないみたいな記事を見たんだけど、絶対にありえねえって自分は思ったけど、他の人の意見も聞きたいのでぜひコメントで教えてほしいのだ。では最後のやつ。プログラミングのハウトゥー系の動画、日本だと全然少ないと感じる今日この頃。もっと充実してほしいなと思っている人は、ぜひ登録をお願いしますなのだ。